あ、どうも、こんにちは。デミコです。はい。いや、これ、ちょっと、ほどいてますわ。ね。まあ、ほどきから入るのはね。まあ、あることよということでね。で、なんでほどいてるのかって、まあ、見てわかるように、三角ショールを編もうかなと、ちょっと思ったんだよね。うん。三角ショール編もうかなと思ったんだけど、なんて言ったらいいのかな。やっぱ段染めなんだよね。私ね、これは私の趣味なんで、他の人様がやってるのはね、全然いいんですよ。その人がね、いいなと思ってやってるんだったら全然問題ないんですけど、私の趣味的にですね、いや、段染めで三角ショールはちょっとやっぱりないなっていうね。グラデーションはいいんです。はい。グラデーションはいいんですけど、やっぱ段染めで三角ショールってちょっとなんかガチャガチャした感じがするなぁと思いましたんで、ほどきました。はい。大して編んでません。8段ぐらいしか編んでないんで。ちょっと様子も見たかったなっていうのもあって。はい。今日使ってる糸はね、こちらの糸でございますよ。ね。これ DMC。この前、なんだ。あれ編みましたね。ブランケット。ブランケット編んだ DMC のこの毛糸、色違いですわ。これね、405っていうこの赤いやつ使ってね、えっ、とね、やろうかと思ってるんですよ。で、なんか、冬って言ったらあれですよね、やっぱりこの前も靴下編んで、伊賀屋さんの靴下編んで、帽子も編んで、ハンドウォーマーも編んで、レッグウォーマーも編んで、じゃあ何が編んでないんだっつったら、そういえば腹巻き帽子も編みましたね。はい。腹巻き帽子、後で見せますけど、腹巻き帽子も編んだね。でそれで私ね、思ったですよ。ね。じゃあ次は編むのは三角ショールだろうと思ったんですけど、でこの色でやろうと思ったんですけど、この毛糸でね、いや今いかんせん段染めだわと思って、でもとりあえずやってみようと思ってやってみたけど、やっぱりそんな感じかっていう感じで、一応ね2つ用意してるんですわね。2つ用意してる。どうしようかなと思いまして、でちょっと待ってね。ちょっとこの間ちょっとその前にあれだわ、腹巻き帽子をちょろっと見せておきますわね。これちょっと水通ししたんですわね、干しといてね。でそれでいい感じになりました。柔らかくもなったし、で端っこもすんごいぐるんぐるんしてたけど、いくらか伸びました。はい、いい感じになって、柔らかい感じになって、でもここはやっぱり一番ふかふか、ここすっごい気持ちいい。だからね、またこれを買ってね、なんかいろいろ色を混ぜこじしてね、なんかこういったものは見たいななんてちょっと思ったんだけども、いい感じでできましたよ。でね、これ腹巻き帽子って言うけれども、これ、ちょっと、これもね、段染めだったら、こっちの方が良くないって、こっち、こういうのあんだ方が良くないと思ったんで、ですね、スヌードをね、腹巻き帽子みたいにずっとまたひたすらミリアス編みで編むのもなんかちょっともったいないんで、でもサイズっていうか同じような感じでダーッと編んでいくわけですけれども、一応スヌードをね、もう一つ編もうかなと思いまして、はい。三角ショールはグラデーションの方がいいね。グラデーションの糸を使って、いつかやろうかなと思いますけど、こちらの糸では、スヌード編もうと思います。はい。はい。では、編んでいこうと思います。はい。で、どうやって編んでいくかって言いますとですね、今回はですね、いろいろ柄を考えずに、ひたすら編んでいく編み方、そして私の好きな編み方、そして段染めでずっと編んでいくには、ね、割とピッチのちょっと短めっていうか長くもないピッチで、一周約60センチぐらいで編んでいくわけですけど、このぐらいの幅でずっと編んでいった時に、ちょっと私的には、ちょっとそれやりたいなと思うのがありまして、っていうのが、いつもの米編みです。はい、米編み。はい。で、それでやっていこうかなと思います。はい。なんでそれでやっていきたいかっていうとですね、
まあ、色は面白く結構ちょこちょこほら一周回ったら必ず多分色が違うと思うんですよ。でそれでどん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 米編みをしていくっていうね。うん。でそれちょっとやろうかなということでございます。はい。というわけで、まあ、鎖編みをしていくんですけど、あ、ちょっと待ってね。ゲージがいくつっつったっけ？ 22 でしょ？ 22。で、60センチでやると、私ね、この、今回編んだ、あれどこ行っちゃった？あれまたどっか放ってしまいました。あった。はい。これね、これでサイズ編んだでしょ？で、これはこれでいいんですよ。すごくいいんだけれども、ちょっと幅をね、考えた時に30センチ弱。ね、これ、水通しして、どんな感じになった？ちょうどいいね。ちょうどいいね。やっぱりね、ちょうどいい。水通ししてちょうどいい。よし。なので、サイズ的にはね、はい。サイズ的にはね、58センチぐらいがいいんだわ。60センチあるとちょっとね、だからね、58センチぐらいであんまりなんつうの、こう隙間ができないようにしたいから、まあ私的には58センチぐらいがいいかなと思うんで、22× 計算しようか。22、10イコール x イコール58ってことは、22×58 は割ることの10は127、26でいいか。はい、計算しました。126目でやっていこうかなと。細かいなと。はい。じゃあ普通に鎖編みをしていきます。久々にかぎ針ですよ。ねえ。かぎ針1、2、3と。これで126目取っていこうと思います。まずね。はい。1、2、3、4、5、6、7、25、26。はい。26目取ってきました。はい。で、これを、はい。で、これでねじれてないはずなので、裏山を取っていこうと思います。はい。で、引き抜いて、立ち上がる。はい。で、ここ、まあ、後で糸処理すれば、どうとでもなると思うので、どうとでもなると思うので、はい。こうですね。で、一つ編んだら、一つ飛ばして、これ間違えないようにしないといけないから、間違えないようにしなきゃいけないんで、ここですね。はい。じゃあ、こんな感じで、一つ鎖編み、一つ飛ばして、細編み、はい。で、一つ鎖編み、一つ飛ばして、細編み、ね、こういう感じで、ちょっととりあえず一段編んでみようと思います。まあ、実験的といえば実験的かな。120目。はい。120目でやっていこうと思いますよ。はい。じゃあ、普通に鎖編みをちょっと120目やっていこうと思います。端っこはちょっと小さめにします。はい。入らなかったらむきゅっと無理やり広げて入れますけど。1、2、3、4、5、6。はい。じゃあ、編んでいこうと思います。で、何目で編んでいくかっていうとですね、まあ、実は、何回か試しました。はい。108つ、煩悩の数でいこうと思います。はい。108つ、細編みじゃないや。なんだ、鎖編みね。鎖編みを108つ。端っこはやっぱりちょっときつめにしといて、2、3、4ということで、これで108つ数えていこうと思います。はい。そういえば、あのなんだっけ、ねじれないように最初から編み方ってどうやってやるんだっけと思ったんですけど、こうやって待って、こうやってここに突っ込んで、でまた戻して、これで編んできゃいいんじゃなかったっけ？そうじゃんね。ちゅうことで、
はい。じゃあ、これで編んでいきますけど、何目編んだかわかんなくなっちゃった。ちょっと待ってね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20だ。今まで20まで編んできましたんで、こうやって編んでいこうと思います。そしたら、探さなくていいっちゅう。ね。これでピーッと弾けば OK なはずだから。そうよね。はい。じゃあこれで編んでいきます。はい。今20目。21、22、23、24。はい。こんな感じで編んでいこうと思います。6、7、8。はい。そしたら、このまま引っ張ればいいって話ですね。はい。まあ、なんていい子。なんて、なんて素晴らしい。なんて素晴らしい。これあとは方向はもう自分の好きでいいんだと思うんだけど、まあ私的にはやっぱり趣味的にはこっちの方向なんで、こう引っ張って、で、それで、こうしたらもう普通にね、自分がいつもやるような方向になるんで、これで立ち上がって、はい。で、普通にここに一つ細編みをしますね。はい。で、この目は私後で処理する。この目じゃない。この端糸は後で処理するんで、このままにしとくんですけど、で、1編んで、で、今回は下の1本だけ残して、細編み、鎖編み、そして1つ飛ばして、細編み、鎖編み、1つ飛ばして、細編み。はい。こんな感じでちょっと1段入れていこうと思います。で、立ち上がりもね、今回またね、ちょっとあれだわ。目立たない方法をちょっと、考えつつやっていこうと思うので、まあ、ちょっと往復編みにしますわ。ね。いろいろ考えたんだけど、結局は、同じ方向に編んでいくと、やっぱり斜めに歪んでいくんで、どうしてもそれがね、消せないんですよ、私ね。うん。いくつか、まあ、動画だったりとか、写真だったりとかっていうんで、米編みでやった、スヌードですか、うん、見たんですけど、まあ、ちょっとやっぱり自分的には、ちょっと見た目が私的には気になるところがあるなっていうのがあるんで、やっぱね、自分がやるときは、まあそういうところを改善しつつ、やっぱりなるべく綺麗に見えるように編みたい。ね。もう私は前からそういうの言ってますね。はい。なので、いかに綺麗に見えるか、そしていかに、立ち上がり目立たないかとかね、いろいろあるじゃないですか。ね。そういうところを追求しながら今回編んでいきますんで、またこれね、あれですよ。立ち上がりもちょっと変だしっていうか普通にやっていかないし、往復編みしていった方が、やっぱり、米編みは綺麗にできるんで、往復編みで今回もやろうと思います。はい。というわけで、じゃあ、ちょっととりあえず編んでいきますよ。はい。はい。最後の目まで編んできました。はい。で、ここで繋いでいくわけですけど、まあ、一応確認しますね。ねじれてないか。ねじれてないか。大丈夫か大丈夫なのか、ちょっと待ってね。よし。よし。よし。怪しいな。うん。怪しいが、私がねじったからかな。はい。じゃあ、ここで。はい。こうだね。はい。これでいいんだね。こうしときます。はい。これでねじれて、ねじれてない。大丈夫。はいはいはい。こうだわ。ね。はい、OK です。はい。で、ここでどうしようかっていう話なんですよ。立ち上がりを。で、ここ一つ鎖編みにしてるじゃないですか。ここビヨンと伸ばして、目立たない立ち上がりをしますよ。はい。いつものごとく。はい。ここに立ち上がったこの頭があるわけですね。ここにね。あれ刺しときゃよかったね。マーカーをね。ちょっとここに、こう、普通だったらこう入るところがあるわけです。前から。これを、まあ普通に後ろから入れますね。これね。後ろから入れて、で、これを持ってきます。引っ掛けて、で、向こう側出します。はい。おっと。ね。で、糸は向こう側に持っといといて、ね、もちろん。で、この状態で、割れてる。はい。で、この状態で引き抜きますね。こうやってね、引き抜く。これで、これで閉じましたっていう話ですね。で、ひっくり返します。ひっくり返して、ここに直接ぶち込みます。ここにね。隣っていうか、今度次編んでいくところに直接ぶち込んで、編んじゃいます。細編みを。出た。ここですよ。これ。ね。
ブランケット編んだ時と同じでございます。エセ頭でございます。はい。ちゃんと立ち上がってませんが、はい。ちゃんと立ち上がってないんですけど、ここを頭ということにしておきます。これでやるのがね、多分ね、一番ね、綺麗に編めると思うんだ。立ち上がって、一つ細編みをしてってやってると、もこ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 してきちゃうわけです、結局。そこだけが。で、ここの穴が大きく開いちゃったりとか。で、これで今編んできたところ、ちょっとひっくり返しますね。見ると、まあそんなに目立たないんじゃないかなっていう、ここの位置、こっちゃったけど、ここの立ち上がったところが、特にね、ちゃんと2本入ってるし、で、ここが頭になってるし、で、別になんか、ここも特に変なことになってないし、まあとりあえず数段編んでみないとわかんないんですけど、こういう形でちょっと数段ね、往復編みをしながら、立ち上がりもこんな感じで、後ろから針を刺して、やっていく目立たない立ち上がりですね。で、それをしつつ、ちゃんと立ち上がらず、さっさと、目の移動もせず、そのまま編み込んでいくっていうね、そのまま編んでいくっていう方式でやったら、あれなんじゃない？そこそこ綺麗に編めるんじゃないかなと思うんで、ちょっと何段か編んでみようと思います。それで様子を見てみましょう。それでダメならダメで。ね。まあ、試して、ね、ちょろっと試してみたから多分大丈夫だと思うんだけど、まあ、数段編んでみましょう。ね。じゃないとわかんないから。はい。じゃあ、5段ぐらいいくね。5段ぐらいいっちゃう？はい。いっちゃいますよ、5段ぐらい。はい。はい。だいぶ編んできましたよ。ね。だいぶ編んできました。で、最初7号で編んでたのを8号に途中で変えました。これはね、まあ、理由があってなんですけど、少し中心部をゆったりさせて、で、端っこを少し、なんだろうな、きつめじゃないけど、少し絞る感じにしようかなと思いまして、で、8号で編んだ方がやっぱりほんのり、やっぱり7号で編むよりはふわっとするし、で、それもあって途中から、何段目ぐらい、5段目ぐらいからかな。8号に変えてるんだけど、これはわざとそうすることにしました。はい。で、これ被った時の感じなんですよ。ね、どっちにしろ、なんだろう、すぼまっていた方が私的には、まあ、いいかなと。で、感じとしてはこういう感じになってて。で、こう、立ち上がりのところ、ここがね、ちょっと思った。ここをもう少し締めた方が、最初のそのエセ頭のところをもうちょっと締めた方がいいなと思って、徐々に締めつつあるんですけど、この辺がちょっと緩いんだよね。ちょっとやり直したいなっていう気分もあるけど、この辺が緩い感じがするのは8号に変えたからだな。もうちょっときつめに締めようかなとは思ってるんですけど、同じその色が変わらない糸だったら多分それほど目立たないと思います。これは糸がやっぱり段染めで違う糸がこう入ってきて引き返しっていうかそのなんだ往復で戻ってくもんだからこのまま流すようにいってもやっぱり段差になるだろうし、だからどっちにしろ違う色でこうやって編む分にはどうしてもそれがその編み地としてのその目立ちというよりも色としてのその違いでこう目立っちゃうっていうところがあるのかなっていう感じはするね。だから、段染めでこれをやってどうなのかなっていう感じはするけど、でもそれほど気にならないと思うんだ。これつけてたらね。だってこういうところ後ろに回してつければいいやと思っちゃうタイプなので、だからいいかなと思ってこのまま続けていこうと思います。で、編み地もこんな感じ。だから見ると、色が変わってちょっとずつちょっとずつこうやって色が変わっていく感じ。だからやっぱりこうやって色が変わっていくんであれば、三角ショールとかよりは私の趣味なんですね。やっぱりこういうちま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 、こう、なんつうの、緻密なこういう同じ形でずっといくけど、色がポコ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 こういう感じで変わっていくっていうのは私はこのタイプ好きなんで、なので、どんどん編んでいこうと思います。ここだけね、もうちょっと締めるようにして。どうしてもこう、なんていうの、裏からこう入れて、で、こうやって引っ張った時に、やっぱりちょっと、なんつうの、引っ張ることでこう、広がるって言いますかね。そういうのがあるんで、ね、これ見るとそんな感じだと思うんですけど。なので、こっちで編んだぐらいの、このぐらいになるように、ちょっともうちょっとね、引っ張ってやっていこうかなと思います。じゃあ、これで一気に編んでいこうと思います。
さあ皆さん、ゴールは近づいてまいりました。私はこの段が一番最後の段になることを願っております。というのもですね、残りがですねこんだけなんですよ。とこんだけね、こんだけで、あとこんだけ編まなきゃいけない。足りるんだろうかっていうドキドキしてるわけです今ね。で、最後はね4段ほど、こちら7番の7号の針に変えました。というのもですね、あれなんです。なるべく首のあたりは隙間をちょっと減らしたい。ちょっと減らしたい。だけどきつくしちゃうと今度かぶる時にかぶれないから、あんまりきつすぎるとね。だけどほんのりこう、なんていうの、ほんのりこう細くっていうのかな、することで、この例えばこの首周りのところが外側にベローンってならないじゃん。外側にベローンとほんのりこう内側に入ってれば、それだけこう外に行くのを防げると思いまして、はい。なのであえて私の好みの仕様でそういう感じになってるんですけど、とにかくこれがね、ここ最後、ここがちょっと、ここ端っこ映ってる、じゃあこれ皆さんと見ながらドキドキしながら見てくださいね。皆さん終わるかどうか、私もドキドキです。かといって鎖編みを飛ばしたりとかできないのでね、やっちゃいけないよっていう話でね。そうだから気をつけてやんなきゃいけないんだけど、さあじゃあ編み切るのかどうか。はい。いやー、頑張って編んできましたよね。今ねちょっともうね夜中なの。でもね一日で編めた。一日っていうか、まあ半日かな。半日、夕方ぐらいから編み始めて、で夕飯を食べて片付けして、それでまたずっと編み続けて、で今夜中だから、まあ半日かなね、半日ぐらいの時間で編み終わった感じ。頑張ったよ、頑張った。さあちょっと、足りそう、足りそう、足りる足りる足りるよ、ちょっと足りる足りる。こっそり夜中に叫びたい気分ですけど、ちょっとうちの家人がもう寝てるんで、はい、足りた足りた、イエスイエスイエス。まあ最後ちょっと結構キュッて締めたけどね。まあ締めたけど、これちょっとさ、ほらだからこの最初のこの口の部分も7号で編んでる。こうやって合わせてみてどうよって。大体同じぐらいよ。ほら大体同じぐらいよ。いい感じじゃないの。叫びたいけど叫べないじゃあちょっとこれを糸処理するよ。ちょっとで、ここが頭だから、ここじゃなくてこの隣ね。はい。糸処理するときはこの隣ギュッと締めて、でここに戻して、あれちょっと待って、あれなんか足りなくない？ちょちょっと待って、鎖編みしてなかった鎖編み、はい、鎖編みなんだよ。まあでも足りるわね。鎖編みしてなかったよね。もう慌てちゃったよ。はい、鎖編み、はい、これで終了。よし。危ない、おかしいなと思ったね。焦っちゃったよ。もう終わったと思って。はい。はい。で、ここ頭、新しいの作るのはここの頭ね。なので、ここに2番目に入れて、キューッと引っ張って、キューッと引っ張ってね。はい。はい。はい。こんな感じですね。こうですね。はい。これいいんじゃない？はい。で、ここ入れて、で、もう一個。ここにも入れて、はい。で、ギュッと引っ張って、ギュッと引っ張って。最後がね、ちょっと、あれだね。こいつが、鎖編みっちゅうのがね、ちょっと、あれだよね。まあ、ギュッと引っ張って。ね。はい、はい。こんな感じでいいかな。だいたい間隔が同じぐらいになったら。で、そしたらここがちょっと1本足りない感じになるんで、こっち側に戻します。はい。こっち側に戻して。で、この目をね、ちょっと足してあげる感じにして。まあ、それで目立たなくなるんじゃないかな。ここはね。はい。で、もう一回ぐらいこっち渡らせてあげちゃってもいいかなっていう感じがするんで、こっち側にね、通して、で、あとはもう適当にね、この、なんて言ったらいいのかな。色が目立たないところに行った方がいいから、かといってこの縁にね、こうやって入れるのもなんかちょっと、あれだな、嫌だな、っていう感じなので、こっからちょっと中を通して、こっち側に持っていきます。表から見えたらいかんよ。見えちゃった。見えちゃった。見えちゃった。はい、ダメだ。ダメだ。作戦失敗。はい。なので、素直にやるか。ね、こういう時は素直にやりますよ。はい、こっちです。ここに入れますわ。でもちょっと待って。ちょっと一瞬、どっちが表なのって話よね。どっちが表なのよ。
ね、一生懸命編んできて、あ、こっち裏、こっち裏。私分かるんだ。最初ここ緩かったでしょ。こっち表じゃなくて裏なのよ。表はね、そんな目立たないのよ。表の方が。ね。だから、こっちを裏にするから、このまんまでいいです。ここでいいです。だから、ここにちょっと入れていきますね。ね。こう、ちょっと、なるべく。もうちょっと綺麗に入れようか。もしかしたら見えちゃうかもしれないからね、ここね。気使うよね、糸処理もね。やっぱりこう、色がいろいろ入ってるとね、違う色だったらいいけどさ、こういうとこ通してね、こうやって通して、あんまりわかんないように、ね、こうやって通してあげて、糸処理も丁寧に、どっから入れよう。こっからか。下から入れるわ。下から上へ、同じ方向に。いいんじゃない？こういう感じで。下から上に。はい。で、下から上に。下から上に。はい。はい。下から上に。下から上に。下から上に。はい。で、そしたらこの辺りでこう通して、これでもういいんじゃないかな。少しだけね、緑にも通してあげて、取っちゃった。こう通して緑にも若干引っ掛ける感じで通して、で、こんな感じで終わりにしたらいいんじゃないかなと。ね、表に出ても大丈夫、このぐらいだったら。はい。はい。これでいいんじゃないかな。はい、大丈夫です。はい。で、そしたら、はい、丁寧に切って、これだけよ。これだけ。一玉使い切り。すっごい頑張った。よし。で、こっちをね、こっちを止めるよ。ね、これ止めるよ。これ止めないと。さあ、これも気を使うな。どっち側に止めようか。待ってね。こう行くか、こう行くか。どう考えてもこっちだな。はい。こっち側にまず通しますね。はい、そうですね。こっち側ですね。はい。で、そしたらちょっとこの辺を通しつつ、ここはもうこういう感じで、ね、こういう感じでいいと思いますよ。この下に通して、こう通しつつ、ここにも通しつつ、で、この下通して、はい。とにかく縁に沿わせて、やべえ、もうねえよ、この色がって話だね。でもこれはね、基本下側になるんで、編んでる方向としては、これ下側になるので目立たないと思うので、この辺で糸処理をしておきます。はい。はい。目立ちません。大丈夫です。表側に出ないようにすれば、もうそれだけでいいと思います。はい。はい、こんな感じですね。はい。いいんじゃないですか。はい。すごい。一玉使い切りにしました。さあ、できましたよ。はい、ひっくり返します。ひっくり返して、で、さあ、皆さんに見ていただきましょう。出来上がりました。まずは、どんな感じでできたかっていうと、こんな感じですね。はい。さあ、ちょっと可愛くない？やっぱり。なんか可愛いね。ちょっと、こうした方がいい。もうちょっと、ちょっと上げるか。はい。ちょっと、はい。ちょっとカメラの位置を変えました。はい。これでちょっとね、これ2玉あったけど、1玉で済んだわ。はい。で、こんな感じで出来上がりました。カメラに入る位置としてはこんな感じかな。入りきるかな。はい。じゃあこれをまず測っていきたいと思います。はい。でちょっとすぼまっているこの上と下、大体同じ幅なので、これが大体 29× 2なので58。いいんじゃない？うん。とにかく口がね、58ぐらいが良かった。で、こっちは31なんで、62ですかね。この真ん中のところはね。だから端っこがこれ、あれだったね。ちょうど良かったね。29でね、やっぱり。7号でやってて。だから、このまんまだから58センチでそのまま行きたい場合は7号でやってたらよかったけど、真ん中の部分は少しね、ゆったりしてもいいのよ。とにかく首のところっていうか、そこ端っこね。で、端っこがやっぱりちょっと絞ってる方が、私的にはちょっと使い勝手がいいと言いますか。
ですね、いつもねスヌード編んでお悩みなのはですね、首のところがテロンと前に落ちて寒いんですわ。あまり意味をなさない。だから今回は少しすぼめました。でこれでちょっと途中で試してねつけてみたりとかしたんだけど、最初こっちを上にしてね、こっちか、編み始めこっちだから、でこっちを上にしてちょっとつけてみたりとかしたら、いい感じでカーブがほんのりあるから、こうパターンと前に倒れない。であとはこの高さだよね。何センチあるかって話じゃない。これがね36。まあちょうどいいぐらいじゃないかな。ね、寄る感じもちょうどよくて、厚みが結構あるから、だからこの前編んだその腹巻き帽子、腹巻き帽子なんかはもう本当に細い糸だから薄いじゃないですか。だからやっぱりこう長さがある程度ないと、クシュクシュってなった時にねあれなんだけど、これなんかは糸は太めだから、そんなにねこのいっぱいあったってあれだから、一玉でちょうど編めました。こういう感じですね。だからこういう感じになるわけです。ちょっと可愛くない？ちょっと可愛い感じに出来上がったんじゃないかなと思います。というわけで今回は結局一玉、逆か、こうやってつけることになるかな。だからね、ほんのり内側にいってるでしょ、端っこが。でつけた感じはこんな感じになるのかなっていう、こういう感じになるのかなっていうね。こんな感じになるかな。ちょっと可愛いわね、いい感じ。それでなんだかんだ言って立ち上がりの部分ね、立ち上がりどこ、ここ立ち上がりの部分はさすがにほら色はどうしてもね変わるからわかるけど、でもね目として見たらちょっと見て、あんまりわかんなくない？この目として見た場合、多分ねそんなに、それは分かりますよ。全然分かんないってことはないと思います。これは色が変わってるから分かるけど、色が同じものでずっと編んだらあんまり分かんないかもしれないね。だから今度そういった糸でちょっとまたやってみようかなと思います。というわけで、これでいいんじゃないかな。私はこういうの本当に後ろに来てるんだったら気にしないし、どうせクシューとなるから、ほらクシューとなったら分かんないよね。分かんない。いいんじゃないね。いい感じ。というわけで完成。いやもう夜も更けちゃってね、もう寝なきゃだわね。明日は掃除だ。明日掃除しないとね。もう本当に編み物ばっかりやっててさ、ちょっとね掃除サボってましてん。だからね掃除しないと埃がねやっぱり編み物すると舞うからねということでね。じゃあまた次の動画でねすぐにお会いしましょうということでね。今回は短めの動画かもしれませんけど、もしよろしければこういったグラデーションの糸だったりとか、段染めの糸とかでねちょっとやってみたいわっていう方がいたら参考にしてみてください。ただの筋編みです。ただ筋編みですけど往復編みです。往復編みのところの、立ち上がりの部分ですね。そこちょっとね同じようにやっていただければ、基本的に筋編みをこうどんどん編んでくってね、ちょっとね立ち上がりの部分で悩んじゃうんだよね。でもこれでやったら綺麗にできると思うんで、やっぱり往復編みがおすすめですね。綺麗に歪まずにできるしねということでございます。というわけでじゃあ本日はここまで。さよなら。いや一玉でね編めたよね。やっぱり一玉使い切りっていうのはすっきりしていいね。なかなかね一玉を使い切っていうので何を作ろうかっていう時にちょっと悩みがちだけど、こういうのいいね。ちょうどよかったよサイズが。これからもなんかそんな挑戦もしてみてもいいかなという感じですね。というわけでじゃあね、バイバイ。